電気住職三木大雲です。本日も怪談説法始めさせていただきます。普段ですね、非常にありがたいことにですね、全国に私講演に呼んでいただいて、今ほとんど京都にいることがないんですね。で、たまに帰りますともう本当に、なんか懐かしいお寺に帰れたなっていう感覚になるぐらい、もう忙しい時だと、その月2日間ぐらいしかお寺にいないとかっていうことがあったりするんですけれども、講演があったり、YouTube のコラボをしていただいたり、あるいは企業さんの講演に呼んでいただいたり、そういったことでいろんなところにいるんですね。で、ある日のことなんですけれども、たまたまその日、私、京都のお寺にいることがありまして、で、今日はちょっとお寺に入れて、お経でもゆっくり読めるなと思ってたんですけれども、その日ですね、少しちょっと嫌なニュースが私の耳に入ってきまして、このニュースっていうのはあまり詳しくここではお話できないんですけれども、私たちの、ちょっと、危険な、日本の危機といいますか、こういうことが起こったら怖いなというようなことが起こりかけた日があったんです。で、私はですね、これは偉いことだ。ちょうど、タイミングよく私京都にいましたんで、これはちょっと、お寺でお経を読もうということで、そういったことがないように、危機が去りますようにということで、お経をあげてました。そうしますとですね、ずわーっと大雨になったんです。もう本当にすごい雨になってきてですね、もしかするとこのお経がですね、龍神様方に届いて、今お前の願いをしっかり聞いてるからなというふうにして、龍神さんが来てくださったんだろうなと思ってずっとお経をあげてたんです。お経をあげてますと、突然ドーンゴロゴロゴロ大きな雷が来たんですね。で、本堂にいてお経を唱えてても、本堂はガラス張りですから、パッと光ると、本堂の中が一瞬バッと明るくなるんですね。で、これ雷まで来たな。ずっとお経を読んでたんです。で、雷様っていうのは、神が鳴ると書いて雷なんですね、もともと。ですからこれは、落雷とかなんとかっていう危険はあるものの、神様が来てくださったんだと思ってずっとお経をあげてますと、ドドドドーンともう地響きがするぐらい大きな音が本堂に響き渡ったんです。これは、雷様が降りてこられてですね、どこかに降りられたんだろうなという想像をしながら最後までお経終わったんですね。私がお経終わる頃にはすっかり雨も上がりまして、夜の出来事でしたので、周りは真っ暗だったんですけれども、もう雨音はしなかったんです。よかったよかった。それにしても非常に大きな音が鳴ったなと思って、私そのままその日は寝たんです。次の日になりまして、ニュースを見ますと、危機的な状況からどうやら脱したというふうなニュースが流れてたので、よかったよかった。どうにか祈りが通じたのかな。そんなふうに考えてたんですね。そしてその日は、まるで台風一過の後のようにですね、もう本当に晴れ渡ってましたので、私外に出て、昨日のいろいろとお願い事を、言いましてありがとうございます。天に向かって、太陽の神様、これ、日天寺様と言います。で、月の神様を月天寺と言います。そして星の神様を明星天寺と呼ぶんですけれども、これ日蓮宗では天の三光、三つの光と書くんですけれども、天の三光といって、この方たちにですね、昨夜はありがとうございましたと、外に出て手を合わせてたんです。そして外に出て気づいたんですけれども、パッと屋根を見ますとですね、大きな、飾りの瓦があるんですけれども、頭の部分がごっそりないんです。と思って私驚いてですね、ところはどうなってるんだと思って見ると、その周りの瓦が全部吹き飛んでるんです。どうなったの？何が起こったのか。そうか。昨日私が神様をお経を読んでる時にですね、雷がゴゴーンとなったのは、あれ落雷だったんだ。落雷でこの瓦に当たったんだなと思って、私、そうでしたか。神様ありがとうございます。このお寺に来てくださったんですね。手を合わせたわけなんです。そしてですね、すぐに大工さんに来ていただいて、この屋根の修復をしなくちゃいけない。
見積もり取りましたら、200万円ぐらいかかるというふうに言われて、うわー、神様来ていただいたのは非常にありがたいんですけれども、派手な登場でですね、お越しくださったので、屋根がこうなって200万、そうか、困ったなと、正直ちょっと心の中で思ったりをしてたんですね。そして、それでもお願いします。修復してくださいというふうにして、大工さんにお願いして、家に入ったところですね、一本の電話が鳴りまして、出ますと、保険の会社だったんですね。で、この保険会社の方からお電話をいただいて、どうされましたか？私の方が、お聞きしますと、いや、実はですね、蓮久寺さん、工事の間中ずっと保険に入っていただいたんですけれども、5年くくりの保険だったので、ちょうど今更新がもう近づいてるので、更新されますかという電話だったんです。で、私はですね、そんなに長く、保険は入ってるというふうに思ってませんでしたので、工事が開始されて終わる頃にはなんか自動で切れるのかなと、勝手に思ってたんですけども、そうじゃなかったんですね。で、ちょうど5年で更新どうされますかというお電話だったんで、ちょうどいい。私、5年入ってたんですねって言ったら、そうなんですよ。工事の間に何かあってもダメなので、一応、出来上がってからも数年ということで、5年間だったんですけれどもって言われたので、いや、実はですね、昨夜雷が落ちて、屋根がこんな風になったんですってお話をしますと、そうでしたか。それなら、保険が効きますんで、保険で直しますって言っていただきました。ところがですね、保険会社さんはすごいですね。どこにその時間、雷が落ちたかっていうのをデータベースでお持ちなんです。それで調べていただきますと、私がお寺でお経を読んでたその時っていうのは、実は連休時に落雷のデータがない。ですから、これはもしかすると他の原因かもしれない。そうおっしゃるんですね。で、雷でなければ、もちろん、お金はいただけませんから、そうでしたか。じゃあ、どんな風にしてこれ調べたらいいですかって言いますと、第三者委員会じゃないんですけれども、他のオプと言われるそうですけれども、保険の調査員の方がおられまして、この方が雷なのか、あるいは老朽化によるものなのか、建てたばっかりなんでそれは考えにくいんですけれども、原因は何なのかというのを、調査される方が、来られまして、屋根の方を見ていただきますと、これはもうどう調べても原因が2つしかない。まず1つは何か。これ雷なんです。ただデータにもないですし、蓮久寺は、高い建物に囲まれてまして、裏のマンションなんかもそうなんですけれども、避雷針が数本立ってるんですね。ですから蓮久寺に落ちるってことはあまり考えにくいんですけれども、この、状況から見て雷以外には考えられませんというお答えでした。そしてもう一つの可能性っていうのが、隕石の落下だというふうにおっしゃるんですね。小さな隕石でもですね、ボーンと落ちてくるとそこがもう大きく破壊されるということで、もしかすると今まだ工事が始まってないんであれなんですけれども、直している最中、もしかすると小さな隕石が見つかるかもしれません。いずれにせよ、銅線などを見たらですね、溶けてたりするので、おそらくもう雷で間違いないだろうということで、保険で直していただけるということになったというお話でございます。この話ですね、一見しますとたまたま雷が落ちただけじゃないかというふうに思われる方も多いと思いますけれども、本当に私はですね、以前に宝くじが当たったりですね、雷が当たったり、いろんなことがありますけれども、必ず前触れがあるんですね。例えば今回の場合で言いますと、お経を読んでいると突然の大雨、その後、どうか神様来てくださいと言ってると雷が落ちてくるという、なんか連動してるんですよね。宝くじの時にはこれ以前の配信で言ってますけれども、大黒様の夢を見て、結果1億5000万いただいて、お寺を建て直したという経緯もございますんで、何かしら前兆があって合図を送ってくださる。で、こういうことが私は日常非常に多くあるんです。ですから蓮久寺の方でですね、例えば何か新たな仕事があったら、これは必ず何か先につながる何かのために私は仕事をしているというふうに思いながら普段、暮らさせていただいてるんですけれども、この隕石かもしれないというお話がある少し前なんですけれども、実はですね、蓮久寺で私が唐突にお守りを作りたい。
これいろんなお守りを私、夢で見たりですね、いろんな形でお守りを作らせていただくんですけれども、今回こういった、ここに明星天智という星の神様のお守りを、実は作ってたんですね。この雷事件の前ですけれども。で、裏返しますと、京都蓮久寺というふうに彫ってあって、これがですね、太陽とか、お月様とか、あるいはお星様に向かって、やると、透けてるんです。で、これ中身は何かと言いますと、中身がこれなんですね。こちらはですね、南無妙法蓮華経と書いてあるんですけれども、この、文字は私が書かせていただいて、小さく、プリントしたものをここに貼ってるんですけれども、この下ですね、ここにありますのが実は隕石なんです。私、隕石で、明星天智さん、星の神様に、星に願いよなんて言葉がありますけれども、まさにですね、星を拾ってきて、星をこの中に入れて、星の入ったお守りを作りたいというふうにずっと考えてたんですけれども、もちろんなかなか星を持ってくる、わけにはいきませんので、こちらですね、大きな隕石を、お寺に持ってきていただいて、それにお経をあげて、砕いたものを少しずつ、お守りに入れております。これが、このお守り袋の中に入りましてですね、こういうふうに、よいしょ。あれ。よいしょ。こういうふうにですね、お守りの中に、お守り袋の中に、隕石入りの、板が入っております。で、これを、天にかざしてですね、ちょうどかざす部分が、お星様のマークの部分に、この、隕石が来るようになってますので、これをですね、かざしてお守りをする。で、これ、内容、どんな交通安全ですか？家内安全ですかって聞かれるかもしれませんが、これはですね、ご自身で願い事を、作っていただくお守りなので、どんなお願い事でも結構です。あまり欲得に駆られた、お祈りだと、通じないかもしれませんけれども、これをですね、天にかざして、南無妙法蓮華経と書いてありますので、南無妙法蓮華経と唱えながら願い事を、言っていただくというお守りです。そして私がこれなぜこの星のお守りを作りたいと思ったかと言いますと、蓮久寺の EC サイトを見ていただくと、そこでも、郵送での取り扱いをさせていただいているんですけれども、日天寺月天寺さん、月と太陽の神様のお守り、そして星のお守りっていうのが今までございませんでしたので、これを作ったんですけれども、これを作って、できるだけたくさんの方に持っていただきたいなと思って作った時にですね、私これ星のこのどうしても隕石入れたいこの一つの理由はですね、私がとある国に、もう若い頃ですけれども、旅行に行ったバックパッカーなんですけれども、行った時に、ある国で、この国っていうのはインドなんですけれども、インドでお月様を見て、インドのお月様は本当に綺麗ですねと、周りにいたインド人の方にお伝えしますと、その方が、そうか。じゃああなたね、今から言うことショックを受けないでねって言われて、何ですかお聞きしますと、お月さんは日本で見てもインドで見ても同じなんです。月は一つしかないんですよって教えてくださって。いや、それは分かってるんですけれども、なんとなくインドで見る月は違うなという、気持ちでお話してたんですけれども、よくよく考えますとですね、日本でお月さんを見て、遠く離れた国でお月さんを見た場合、同じものを遠く離れてるのに見てることになるんですね。で、お月さんからすると、こちらの人とこちらの人っていうのは一目で、視野に入る距離におられます。それと同じでですね、お星様も遠く離れた人のことを思って、どうか、遠く離れた人を、幸せでありますようにっていうお願いもできるというので、今回、日天寺月天寺さんは、お守り作ってたので、星のお守りを、作らせていただくこととなりました。で、これ今、なぜこんな話をするかと言いますと、落雷があったこともあるんですけれども、普段ですね、住職いつ行ってもお寺にいませんねって言われて、普段何してるんですかとか、で、たまに京都に帰ってくるタイミングで、私と会えませんかとか、いうふうなお話いただくんですが、本当に最近ですね、もう全国飛び回ってるのに、プラスしてですね、今回これちょっとなんか宣伝になって申し訳ないんですけれども、怪談和尚の京都
怪奇譚という、これシリーズでもう7冊目になるんですけれども、これも8月に7冊目が出たところでございます。もしよかったらまたこれお読みいただけたら嬉しいなと思います。その他にも、子供さんにどうか、読んでいただきたいなというので、こういった漫画も出ております。これ水木しげるさんの長年アシスタントされてた森野先生が書いてくださった、こういった、漫画も出てます。で、この漫画は2冊出てるんですけれども、1冊目がこの大判なんですけれども、大判ですとね、少しちょっと値段が高いので、これ900円するんですけど、少し小さめで子供さんが買えるようにって2冊目から急に、値段を落として小さめのものが出てますけれども、こういった、執筆活動、あるいはまあこれ文庫本もそうなんですけども、今、台湾語に訳して、台湾でも、発売されたり、これも、全米で、英語に、訳されたものが、売られる予定になっております。こういった、まあ、細々なこととか、今もまあ、実は、とある出版社さんから出す本の締め切りがもうオーバーしてるんですけれども、それを、京都へ帰ってきた折にはですね、書いたり、してますので、正直言いますと、これ休みが、もう本当に年間数日しかないぐらい、頑張って動いております。そして、もちろん間でですね、日々寝る前とか、には手を合わせて皆さんの平和をお祈りしつつ、頑張っておりますので、できればですね、応援していただければ嬉しいなというふうに思います。まあちょっと今回はですね、怪談と、宣伝のようになりましたけれども、いつも、この仮にお守りをね、手にされなくても、しっかりと私は、皆さんの平和を祈っておりますので、どうかご安心いただけたらと思います。そしてこれをご覧の皆様は、私以外の人たちの幸せを祈ってまた手を合わせてくだされば嬉しいなというふうに思います。ということで本日も怪談説法をこれで終わらせていただきます。どうもありがとうございました。